さあ後編の始まりです。前編で描いたこの線画をポスター風に仕上げていきます。ここでラフのようにどこに文字を入れようかなっていうのを考えてます。やっぱりゴジラマイナスワンっていう字は大きくして、上に水爆大怪獣模写とありますけど、これね、昔のゴジラのポスターとか調べると水爆大怪獣映画とか書いてあるんですよ。確か設定として水爆実験から生まれた動物だとかそういうことだったと思うんですけど、あとはこういうキャッチコピーだとかそういうことがいっぱい入ってたりしたので、なんか文字を増やして配置するとポスターっぽく見えてくるので、そういうことで今文字のレイアウトを考えて文字をパソコン上で打っています。これは、イラストレーターにスキャンしたデータを取り込んで、イラストレーター上で、フォントの形を選んだりだとか、こうちょっと変形させたりだとかで文字の配置を調節しています。で、このロジャースドローイングっていうのもパロディで、昔のゴジラの映画とか見ると東宝スコープっていうロゴがドーンと出てきたりするので、それをちょっとパロってみようかなと思っていました。で、この一番下はなんか映画館情報とかそういうのが書いてあるチラシとかも多かったので、まあそれっぽくやってみたらどうかなっていうことで、あんまりパロディなんでそこまでこだわっては作ってないんですけど、それっぽく面白く見えたらいいかなと思って作ってみています。総天然色っていうのも昔のポスターに入ってて、多分これカラー映画ですよっていうことだと思うんですよね。白黒映画の時代にゴジラって生まれたんで、その後カラーになったんで、今回カラー映画ですよっていうアピールだと思うんですよ。それも入れてみました。でポスターには監督だとか、主演誰々とかそういう名前の文字がいっぱい入ってるからポスターっぽく見えるんですけど、その要素がこの絵にはないので、まあ執筆と撮影は私がやってて、で動画の編集だとかはうちの嫁が手伝ってくれているので、編集嫁やすということでなんか付け足しておきました。あんまり深い意味はないので突っ込まないようにしてください。で文字を打ったら全体的に中心に配置してバランスを整えてます。でゴジラマイナスワンっていうメインの文字と今消えちゃってるキャッチコピーの字だけは、iPad デジタルで書きました。手書き風に見えるようにザラザラしたペンを使いました。できたらこれをプリントします。こんな感じ。文字を打って終わりじゃなくて全体的に手書き感が欲しかったので、この後この文字を手書きで全部書き直そうかなと思っています。これ今机がガバッて開いてライトが登場したんですけど、この机仕事机として横幅2メーターぐらいのものを特注で作ってもらって、で真ん中穴開けてもらって自分でライトを仕込んで、で上に、アクリルボードを買ってきてそれがはめ込むようにして、自作で作りました。まあ DIY が好きでいろいろ家の中の棚とか靴棚とかなんかちょっとした台だとかそういうことも作ることが多いんです。でこのライトボックスで、プリントしたものを下に敷いて上にまたケント紙を置いて、ペンでなぞっていきます。これもまた地道な作業なんですけど、これをやるとね内文字のちょっと冷たい感じではなく味が出るかなと思います。内文字だと字が綺麗すぎちゃうんですけど、こうやってやると字のバランスも保ちつつ手書き感も出せるので、こういったことは普段の仕事でもやることはあります。で、ゴジラの周りに煙だとかちょっと炎みたいのを描き足して
それをやると迫力出るかなと思って今描いています。あんまり描きすぎるとゴジラが浮いてこないので、適度に抜きながら描いてみました。で、これはフリーハンドで思いつきで、燃えただれる都市の瓦礫みたいなイメージで書き進めているんですけど、これはどうかな、使えるかなと思いながら書いています。で、最後にこれを反転させた色で火の粉が飛んでるようなイメージにもやってみようかなと思って試して今ちょっと書いているところですね。で、書き終わって乾いたら練り消しで消してスキャンしてパソコンに取り込みました。で、ここから合成になります。合成作業は手慣れたクリップスタジオというソフトを使っています。で、クリップスタジオで潰れちゃった文字とかを修正して、これは今ゴジラの部分だけグレーのレイヤーを作ったんですね。で、その後ろのレイヤーに色をつけてっています。リアルに塗り込むよりはなるべく色数が少ないシルクスクリーンみたいなイメージのポスターになればいいかなと、ちょっと探り探り塗り進めているんですけど、煙も手前と奥で段階を作りつつやってみようかなと考えながらやってますね。仮色で今レイヤーをひたすら作っている状態なんですけど、この辺でね、あんまり良くないかなと思い始めて、この背景結局やめちゃいました。ロジアスっぽくもなくなるかなと思って、この線画をメインに見せたいので、やっぱシンプルに白の上にゴジラ乗っけて、で、日本の色である赤と白ってことで、すごくシンプルにして見せるように持ってきました。ゴジラって文字には、ゴジラの線画がちょっと透けるように蒸散だとかで加工して、で、ゴジラ自体にも、1段階のグレーかな。その影をデジタルで描き足してって、もっと立体感が出るように今仕上げています。この影も、後でつけようかなと最初の段階で構想にあったものではありました。だんだんほら、立体的に見えてきましたでしょ。で、マイナス1の文字はちょっとちっちゃい方がいいかなと思って、その方が顔がほら、浮き出るので、これでようやく完成とさせていただきます。今回はポスター形式のおまけ付きでした。ご視聴ありがとうございました。